こんにちは、キコです。今日もインドからお届けします。今日はね、すごい大事な日なんですよ。今、ゲストハウスのプジャをやっています。で、一応こういうここら辺とかね、インドっぽい感じになって、カーテンみたいなね、新しいサリーを着てるんですけど、このね、すっごい大事な日に、行けないんですよね、私。お留守番なんですよ。そこで今プジャやってるんですけど、生理になっちゃってなんかダメみたいなんですね。だからすごいいろんな家族の人とかいろんな人たちがいっぱい来てるんですね。人いろいろなんていうの、人のお世話とかしなくちゃいけないのに何にもしないで住んでるっていうねすごい基本的にあんまりこう人混みっていうかね、いっぱい人が来てお世話とかちょっと面倒くさいじゃないですか。だから好き勝手に YouTube 見たりして、みんな忙しそうだなみたいな。でも私行けないし一人で遊んでるみたいな。一応メインの人なんですよ。私と旦那さんがメインの人のはずなのに、全然楽しちゃってるみたいな感じなんですよね。みんなやってくれてんなと思って見てます。で、なんていうのかな、やっぱすごいなと思うのは、お姉ちゃんとかもこういうスピリチュアルなことやってるじゃない。ヒーラーだからね。でね、インドの人たちもやっぱりすごいこうスピリチュアルなんですよね。もうなんていうのかな、直感とかすごいから、感覚直感とかインスピレーションとかやっぱかなりキャッチすると思うんですよ。でそういう人たちがさ、もう今50人ぐらいいるのかな、そこに今。ババってなんだっけ、プジャしてくれる、お祈りをしてくれるこうバラモンっていうこう司祭っていうのかな、そういうお祈りをこうやってする人いるじゃないですか。そういう人がもう8人ぐらいいるから、すごいいいプジャができてんだろうなって感じで、見れねえなみたいな一言なんですよね。頑張れみたいな感じでやってます。でだから、私旦那さんのお姉さんとかさ、いっぱいいろんな人たち来てくれてるんだけど、やっぱりインドの人たちは結構こう信仰とかがあるっていうのもあると思うんだけど、やっぱりヒーラーなんじゃないかなってこう見て、エネルギーを見ててね、だからこの人たちに任せておいた方がいいなと思って、YouTube 見てたみたいな感じです。で今日何にしようかなと思ったんですけど、ちょっと来たのはね、こんな格好もしてるし、ちょっと宗教とかについて話してみようかなと思いますね。神様とか宗教かな。そうだな、宗教、私自身はそんなに宗教っていうものに対してはそんなによく分かんないというか、何かの一つの宗教に入ってるってわけじゃないと思うんですけど、やっぱ宗教っていうのは目に見えないことを捉えてることだから、すごく進んでいるんですよね。そういうことを学んだりとか、そういうことを信じて、それをこうなんていうのかな、自分で生きるって何かなとか、自分はこう亡くなったらどこ行くかなとかさ、そういうことを説いているようなものだと思うんですね。だからやっぱり人間が生まれたら、やっぱりなんていうんだろう、いつか死にますからね。そういうことはなんか自然なことだと思うんですよ。でいろんな宗教っていうものが、あって、やっぱり私も海外が好きでね。日本ってやっぱりあんまりさ、宗教ってオウム真理教とかがあって、なんかあんまりいいイメージがない人も多いのかもしれないけど、やっぱ宗教をやってもうたくさんあるんですよね。で宗教やってる人も多いと思うし、それでなんかちょっとね、イメージが、宗教のイメージあんまりね、オウム真理教とあたりからね、あんまりいいイメージなかったりするけど、実はもう宗教っていうのはすごい進んでるもので、海外はもう宗教ないもの、国なんてないからね。宗教ない国というか、必ず何か例えばこうインドのビザ取るのにもどこの宗教かとかがあるんだよね。大体そういうのが聞かれたりするんじゃないかな。そうだからそれが一つの自分のこうアイデンティティみたいな感じには海外ではなるのかもしれないよね。で神様とかこう宗教っていうのかな、神様とか何を信じるかとか、インドの宗教だとすると、やっぱりこう見ててね、私がこう見てて
カーストとかどうなのかなとかさ、いろいろあると思うけど、やっぱりさ時代とともにどんどん緩くなってんだろうなっていう感じしますよね。今本当にインドの人たちも自由にやってる感じするし、例えば低いカーストの人たちには政府からのすごい手厚い支援とかっていうのがすごいあるんですよね。そうだからいろいろやっぱりもう本当に形が変わってきて、で若い子たちにとってはだからほら同じカーストで結婚するとかさ、インドとかでは前はあったみたいなんだけど、今はもう駆け落ちとかしても全然カースト関係ない感じで結婚してたりとか、そういうのも崩れてきてるんだなとかは思います。でただこういうなんかプジャって言ってお祈りみたいな、なんて言うんだろう、なんかこういうのをやるときはなんかやっぱり儀式みたいな感じになるのかなっていう感じですね、見てて。でそうだな、みんながみんなさ、だからこう宗教があるからって言ってみんなすごい強く信仰してたとしても理解力かな、理解してるのがどこまで理解してるかっていうのがやっぱりみんなそれぞれ違うんだよね、やっぱり、見ててね本当にそうやって思うし、だからその信仰の度合いというかね、宗教をどれぐらい信仰してるかっていうのにもなってくるんだと思うし、あとはだから同じだと思うんですけどね、宗教に限らずやっぱりこう極めてる人っていうのかな、だから宗教を極めてる人、本当にこう信仰してていろんなことを理解してる人っていうのはたどり着くのはこう一つだなっていう、ワンネスとか宇宙とかさ、そっちの方になってくるんじゃないかなと思いますね。だからこう誰かがすごいみたいな、私の言うことが一番ですみたいな、なんかさそういうのはもう違うなってみんな分かってきてるから、そういうものっていうのよりもなんかいろんなことを、だから例えばヒンズー教だとするといろんなものを受け入れちゃうんだよね。いろんなものがあるのがヒンズー教みたいないろんな神様いっぱいいるみたいな感じだから、神道に似てるのかな、日本の、こんな感じだと思うんですよね。そうでキリスト教とかもねいろいろあるし、イスラム教とかもいろいろあるしね、いろんな宗派みたいなのがいっぱいあったりすると思うんだけど、宇宙的に言うとやっぱりこういう宗教とかっていうのも、目に見えないことを捉えてるからすごくこう真理というかところではあると思うんですけど、よかったね、でもいつかっていうかね、この先にやっぱりこうなんか受け入れられるような宗教とかっていうのかな、いろんなものを受け入れて、かな、そういうものっていうのはこれからもずっと続くのかなと思うけど、一つだけみたいな感じするとちょっとやっぱり無理があるのかなっていう感じしますね。でやっぱりそういう宗教とかも行き着く先は同じことを言ってるのかなと思います。で、宇宙的に言うとだからなんで宗教とかこう神様とかっていう感じが起きたかっていうと、なんかちょっとバシャールのやつで見てた時は、アトランティス時代の終わりぐらいだったっけな、なんかその辺りからやっぱりこう自分の外側になんていうのかな、すごいものをやっぱり生み出したんだよね、確か。だから宇宙人とかだと思うんだけど、自分の外側にあるみたいな、だからもともと自分っていうのは自分と外側のものは一体化してるはずなのに、なんだか知らないけどこう分離させたことを体験し始めたのが、アトランティスの終わりぐらいなんじゃないかみたいな書いてあったね。だからそういうところで自分たちが力がないっていうのを感じ始めた。だから外側に力のあるものを置いたって感じかな、それが宗教というか神様とかの始まりじゃないけどさわかんないけどね。そうだから分離なんだよね、やっぱし、分離の意識が強いものなのかもしれないね。そうだから本当はやっぱりその前とかっていうのは自分もなんていうのかな、大いなるものも同じで、神様もやっぱり自分自身でそういうものも忘れてることっていうところがやっぱりあったりするのかな。そういうのでずっと来てたり、そういうところはやっぱり体験だ。ディセンションだよね。アセンションの反対のディセンションがアトランティスの終わりぐらいから、その前からだんだんディセンションしてってこう次元を下げていったんでね、だんだん下げていく中で
そういう分離っていうものも体験することによって力がないできないっていうところの、体験をする時代に入っていったっていうところで宗教とか神様っていうものができてきたみたいだね。なんとなくねやっぱりそういう感じにあったし、そうなんだろうなっていう感じする。だからその前はやっぱりみんな分かってたわけだし、今はだからアセンションだから結局そういうところの、幻想だよね。一種の幻想ストーリー。ソニママかなじゃにちともママじゃにちやちっちゃい子がねいっぱい来てるよね。かわいい。そうそんな感じだと思うんですよね。だからこの神様とかなんていうのいろんな存在とかさ、宗教とかもそうだけどやっぱりこう調和していくことだよね。それがいけないとかいいとかそういうことではなくてやっぱり必要だったからそういうものもあったんだと思うけど、やっぱこれから少しずつ変わっていく時だから調和しながら融合しながら一番いい形っていうのになっていくんだろうなと思います。ヒンズー教とかもやっぱりそうかな。やっぱりだから宗教ありきっていうよりもみんながもう変わってきてるよね。インドの人たちが変わってきてる。若い子たちはもうどんどんもう新しい、要はもうスターシードがいっぱい生まれてきて全然地球で生まれてないような子がさインドでさっき今喋ってた子だとそうだと思うし、好き勝手やってもね彼にないし、一応ねそういう神様とかまた喋りまくってそういうとこでなんていうのかな生まれ育ってね周りの人たちがさ神様みたいな感じだけど、もうさっきからね好き勝手だもんね。もう犬に蹴り入れたりとかなんて言うんだろうね、全然聞かないからこっち遊び来ちゃったし、おいで全然来ないし全然ちょっと見えてソニンのかなかバイバイもしねえな、好き勝手だよそんな感じでもうすごい子がねやっぱ生まれてきてるから、こういう子たちがやっぱり調和とか融合とか新しいものをやっぱり作っていくことしてるのかもしれないね。な感じです。今日はちょっと宗教軽くかな、またねもうちょっとじっくり話したいことでもあるけどこんな格好したいからねちょっと話してみました。ではまた撮ります。では。